皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、ロシア軍に大打撃を与えるような大きな戦局の変化が起ころうとしていることを解説しようと思います。なお、この話はすでに以前にある程度私がきっとこうなるだろうという予測をもとにして皆さんに解説を一度行っているものです。それはウクライナ南部戦線においては、ドニエプル川という大きな川があり、この川にかかっている2つの橋と1つの鉄道橋、この3つの箇所を破壊することができれば、それによってロシア軍は巨大な陸の孤島のような状況になり、それによって大ピンチに陥るという話です。この話そのものは皆さんに解説した時点においてはあくまでもきっとこうなるだろうという解説だったわけですが、実際に今回の話というのは現実化しましたよという話です。それではどのような状況にロシア軍は陥っているのか、地図を見ながら作戦の概要と状況を解説していきましょう。ウクライナの南部戦線は現在ヘルソン州が主戦場となっています。このヘルソン州においてはドニエプル川があり、この川が非常に川幅が広い大きな川のため、行き来を行うにはどうしても橋を使うしかありません。しかし大きな川であるためにそのかかっている橋の数そのものも非常に少ないのです。そのため橋2つと鉄道橋1つ、たったこの3つの経路でしか人や物の行き来というものが行えないのです。そして現在はウクライナ軍にアメリカやイギリス、ドイツから供与された多連装ロケットミサイルによる精密誘導攻撃が可能になっていますから、この3つの箇所すべてに対して攻撃を行い、戦車のような重量物の通行ができないような状況になっているのです。これまでもこの3つの箇所に対する攻撃は行われてきました。しかし、鉄道橋については損害が大きかったために復旧には時間がかかっています。そして残る2つについて言うと、コンクリート橋なのである程度の修復を行うのにはそれほど時間がかかるわけではありません。しかし、復旧が終わる前に次の攻撃が命中すれば、当然のように使用不可能な期間は延長されることとなります。これまではそうした壊すと直すの双方の動きによってどこかの橋がある程度使えるような状態になっていたわけですが、先日ウクライナ軍の攻撃によってこの3カ所全てが現在では使用不能という状態に陥ったそうです。ですからドニエプル川を渡っているロシア軍部隊は今後の補給に大きな支障をきたすこととなります。現在この3つの経路が使えなくなっていることから、ロシア軍は渡し船を使って人と物を行き来させているということです。しかし橋に比べれば渡し船というのは当然のように非常に時間がかかる割に運べる量も限られているものですから、補給はかなり滞ることとなります。また、ウクライナ軍が攻撃することそれ自体はロシア軍の方もすでに分かっていますから、飛んできたミサイルなどに対してロシア側も迎撃しようとしています。しかし、ロシア国防省の発表によると、ある程度の迎撃に成功したからウクライナ軍の攻撃は失敗したと発表しています。しかし、映像を見てもわかるように橋に命中して爆発が起こっているわけですから、私から見れば何発迎撃されて撃ち落とされたとしても実際に橋が使えないような命中弾が存在するのであれば、私はウクライナ軍側の攻撃が成功したと判断します。ロシア側の発表が正しいと思うか、それとも私の言うように命中弾があるのであればウクライナ側の攻撃は成功だという評価を下すの、どっちの方がより現実的でしょうか。そしてもう一つの橋について言ってもウクライナ軍は攻撃を行っています。橋全体が落ちるような攻撃ではありませんが、橋にいくつもの弾が命中して攻撃痕ができていますから、人は通ることはできても大きな荷物を運ぶようなことはちょっと難しいでしょう。こちらの方もやはりロシア軍は復旧工事にかかるわけですが、その度にウクライナ軍がいくらでも攻撃できるという状況に変わりはありません。なぜならば橋にしても鉄道橋についていてもそこから動くことはできないのですから。ウクライナ軍が南部戦線においてかなり激しい攻撃に出るようになったことから、ロシア軍も守りを固めようと多くの戦力をこの地域へとかき集めている状態です。イギリス国防省はドニエプル川を渡ったロシア軍の守備部隊は1万5000から2万人程度と見積もっています。そしてこの兵士の数というのは今後も増えるかもしれないと予想を行っています。しかしこのような対応というのは実はかなりの悪い手です。
なぜならば、補給がどんどんと厳しい状況になっているにもかかわらず、守らなければならないとして、ドニエプル川を渡る兵士の数そのものが増えるということは、補給しなければならない物資の量はどんどんと増えることとなります。ですから、供給する量と必要とされる量のバランスが崩れるわけです。このような状況はウクライナ軍にとっては非常に都合のいい状況となります。なぜならば、前線において補給が滞り始めるということは、攻撃したとしても反撃する力が非常に弱くなることを意味します。弾を無駄遣いできない状況というのはどうしても耐えざるを得ないわけです。もちろん全部の弾を吐き出して反撃することもできますが、そのようなことをすれば今度はほとんど無防備な状態でウクライナ軍の攻撃を受けることとなり、より被害は甚大になることとなります。ですからロシア軍としては反撃したいんだけど反撃できない。でも兵士ばっかりは後ろからどんどんやってくるという最悪の状況に陥るわけです。ですからここから展開される予想というのは、ウクライナ軍は攻撃は激しくするんだけれども進軍はしないという少し奇妙な光景を見ることとなるでしょう。なぜならばロシア軍としては占領地域を広げることによって評価が高まりますが、逆に言えば占領地域を失うということはどうしても評価が下がり、司令官は左遷されたり降格されたり、最悪の場合は逮捕されたりもします。ですから何としても守らなければならないとして補給が滞りがちなところにどんどんと後ろから兵士をぎゅうぎゅうと押し込めることとなるわけです。このような状況が続くのであれば、ウクライナ軍としては進軍して占領地域を奪還するよりもサンドバッグ状態のロシア軍を叩き続けた方が基本的にはより甚大な被害をロシア側に与えることができ、長い目で見ればそちらの方がよりウクライナ軍にとっては有利な状況を作ることができます。また先日発生したクリミア半島における飛行場の大爆発により、この時に失われた航空戦力の喪失により、ウクライナ南部戦線においてロシア軍の戦闘機やヘリの出動がめっきり減っているということがイギリス国防省によって発表されています。このような状況というのもウクライナ軍にとっては攻撃に専念できるという状況を生み出しています。ですからロシア軍の司令官が有能であった場合には取れる作戦というのは2つあります。それは前進するか後退するか、この2つです。ただしロシア軍の場合だと有能な司令官というのは基本的に今のところ見当たりませんから、おそらく前進することはないでしょう。前進するためには東部戦線における戦力というものを全て南部戦線につぎ込んで一大攻勢に出る必要があるからです。戦力集中すべしといった戦争の王道とも言えるような戦略というものは、実は強力なリーダーシップを持った有能な司令官がなければできる作戦ではありません。これまでのロシア軍の全体構想というのは基本的にはあれも欲しいこれも欲しいとして戦力の分散というものを常に行っていて、それゆえに兵力で劣るウクライナ軍の前線を許し、それによってある程度戦線が保たれている状況です。つまりロシア軍の司令官は基本的には凡庸な司令官が多く、そのために今回も大きな被害を出すだろうと考えられます。ですからロシア軍の被害が拡大した時に取れる彼らの決定というのは基本的には一つしかありません。プーチン大統領が撤退を命じるまで占領地域を守り、それに伴ってロシア軍の死者数をどんどんと膨らませてしまうということか、もしくはプーチン大統領の叱責を覚悟でドニエプル川西岸地域からの全軍撤退です。もちろんプーチン大統領がこのような状況はちょっとまずいなと考えてさっさと撤退命令を出すかもしれませんが、プーチン大統領のそのような素早い決断というのは正直期待できないと思うので、ロシア軍の将兵はかなり悲惨な目に遭うと私は思っています。さて、そんな感じでロシア軍がぐずぐずと戦死者を今後増やしていくだろうと思う南部戦線において、いずれはウクライナ軍に有力な兵器が供与されることが決まりました。それはスロバキアからミグ29、12機が供与されることが発表されたのです。これまでウクライナは戦闘機や攻撃機、いわゆる航空戦力を何とかして供与してくれと NATO 加盟国に対して要望し続けてきました。なぜならば戦闘機というのは非常に行動半径が広いですから、より奥深くまでロシアに占領されている地域の内部に侵入し、攻撃することが可能になります。そして地上の兵器というのはほとんどの場合において航空戦力に対しては劣勢に立つものです。戦車不要論というものが出てきた時には対戦車砲ではなくて通常は航空戦力、戦闘機などによって
撃破されてしまうから戦車はいらないんだといった話が以前はあったものです。ウクライナの戦場においては航空優勢というものがどちらにもしっかりと握られていない状態だったからこそ、戦車の活躍する場というのが非常に多いわけですが、戦闘機が多くなればロシア軍の地上兵器をかなり攻撃することができます。そして南部戦線においてウクライナ軍が航空優勢を作り出せるかもしれない要因というのは2つあります。先にも述べたようにクリミア半島の軍用飛行場でかなりの戦力が失われていること、もう一つは対レーダーミサイルがアメリカから供与されたことにより対空レーダー網がズタズタになっている。つまり航空戦力が有効に働き得る状況というものが生まれつつあるということです。ミグ29は古い戦闘機であり、決して最新の戦闘機にかなうわけではありません。しかしそれはあくまでも空中戦闘において新しい戦闘機にはかなわないというだけの話であって、地上にいる戦車や装甲車なんかでは決して戦闘機がやられるわけではありませんから、たとえ古い戦闘機であっても有効な戦力であることは間違いないのです。また、今回戦闘機を供与することを発表したスロバキアは、9月中には現役で使っているミグ29の運用を停止、それに伴ってミグ29をウクライナに供与することを発表しています。具体的なスケジュールももう発表していることから、これまでのような供与を検討するといった段階ではなく、実際の手続きに入るところまで来ています。また、スロバキアは先日、陸軍に納入される予定だった自走砲をウクライナに引き渡しました。これはどういうことかというと、スロバキアは自走砲を古いものから新しいものへと置き換えるといったことをだんだんと進めようとしていました。ですから、自走砲を作っている最中だったわけです。そこに現在のようなロシア軍によるウクライナ侵略が発生したことから、ウクライナは現在生産中の自走砲を我が国に売ってくれないかといった形でスロバキアに要請を行ったのです。スロバキアの選択肢としてはこの時、古い自走砲を送るといった手もあったわけですが、ウクライナが供与ではなく購入で構わないと申し出たことから、生産したての新品の自走砲をウクライナに送ることにしたというわけです。スロバキアから送られた新品の自走砲は、砲弾を飛ばすための火薬どちらについても自動装填装置がついており、1000級の兵器です。また、その砲弾についていっても、スロバキアでの生産拡大といったものをデンマークで行われた各国の調整会議において表明しており、自走砲と砲弾のその供給についてもかなりがっちりと支援を行うことを表明しています。こうした動きを見ればスロバキアの戦闘機供与の話も決してなんとなくの憶測といったものではなく、しっかりとした政府の方針だと考えた方が良いでしょう。今回の動画で解説したように、ドニエプル川を渡ったロシア軍はこれから先補給に悩まされ続けながらもウクライナ軍の攻撃を受け続けるというかなりの窮地に立つはずです。そして被害が増えるのに伴ってロシア軍の司令部が撤退するという決断をできなければ、その被害は拡大する一方となります。このままずるずるととどまり続けていれば、スロバキアからまとまった数の戦闘機も届くことになっており、ロシア軍の多くの部隊がヘルソン州で壊滅的な打撃を受けることも十分期待できる状況となってきました。ここは一つロシア軍の司令官が無能で、ドニエプル川の西側地域を何としても死守しようと意固地になるのを少し期待してみましょう。ロシア軍が今後どれだけ被害を出すかは、司令官がどれだけ無能かにかかっています。そしてそのような期待をさせるだけのことをこれまでロシア軍は行ってきました。ロシア軍が期待に応えてくれることを私は祈っています。というわけで最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。